皆さんこんにちは。日本語教師の手塚です。今日のテーマはビジネス日本語やむを得ないです。まずはこんな動画を見てみてください。張さん、もう10時ですよ。出社時間を1時間も過ぎてます。どうして遅れたんですか？いやー、電車が止まっちゃったので、しょうがなかったんですよ。はい。張さんの言い訳はどうでしたか？電車が止まっちゃったので、しょうがなかったと言っていましたね。しょうがないは日常生活ではよく使われますが、ビジネスで使うと子供っぽく聞こえてしまいます。そこで、しょうがないの代わりに使えるのが、やむを得ないです。この動画を見て、やむを得ないの意味と使い方を学んで、ビジネス会話で使いこなせるようになりましょう。まず、やむを得ないの意味を確認しましょう。やむを得ないのやむは漢字で書くとやむで、今まで続いてきたことがそこで終わりになるという意味です。得ないはできないという意味ですから、もともと続いていることを終わりにできないという意味でした。つまり、他にどうすることもできず仕方がない。残念だけど諦めるしかないというニュアンスになります。転校など私にはどうしようもないことやもう今更やめられないこと、またはすでに終わってしまってどうしようもないことなどの事情があるときに使う表現です。ではどう使ったらいいか3つの使い方を紹介します。1つ目はやむを得ない〇〇です。〇〇の部分には名詞が入ります。例えば、やむを得ない事情、用事、判断などがよく使われます。電車が遅れるなど仕方がない事情で会議に遅刻するときに、やむを得ない事情により会議に遅れて参加いたします。仕方がない大事な用事があって欠席するときに、4日のミーティングですが、やむを得ない用事があり、欠席いたします。店を閉めるという仕方がない判断をするときに、今の経営状況では閉店もやむを得ない判断でしょう。2つ目は、やむを得ませんです。やむを得ないの丁寧形なので、上司と話すときに使えます。この用法は特に諦めなければならないときにも使えます。例えば、飛行機が飛べなくて諦めなければならないとき、こんなに荒れた天気では飛行機が飛べないのもやむを得ません。仕方がなく変更しなければならないとき、部長、こんなにクレームが来るならデザインの変更はやむを得ません。契約が取れず諦めなければならないとき、A 社が3割も安い金額を提示したなら、契約が取れないのもやむを得ません。3つ目は、やむを得ずです。仕方がなかったのでというとき、やむを得ずを使います。例えば、上司が急病になり、仕方なく一人で取引先に行かなければならないとき、やむを得ず、一人で取引先に向かいました。会社の業績が悪くて仕方なく従業員を解雇するしかなかったとき、やむを得ず、ほとんどの従業員を解雇しました。ずっと準備をしてきたのに、イベントが会場の都合で仕方なく中止になったとき、会場の都合でやむを得ず、イベントが中止となりました。ここまで、やむを得ないの3つの表現を勉強しました。復習しましょう。やむを得ないは仕方がない、諦めなければならないという意味でしたね。1つ目は、やむを得ない〇〇。仕方がない事情や用事、判断に使います。2つ目は、やむを得ません。上司に説明するときの丁寧な言い方です。3つ目は、やむを得ず。仕方がなかったのでというときに使います。この3つの表現を覚えて
ビジネス会話で使いこなせるようになりましょう。メッシュクラスには他にもビジネスでよく使うお越しいただきますやお手数をおかけしますについての動画があります。ビジネスで日本語を使う人にはきっと役に立つと思うので、ぜひチェックしてみてください。そしてこの動画がいいと思ったらいいねとチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。